今回は初めてでも失敗しない減塩梅干しのレシピをご紹介します。減塩梅干し作りは難しいと言われていますが、ちょっとしたコツを抑えれば失敗せずに美味しく作ることができます。体調面から減塩をしたい方、しょっぱいのが苦手な方にはとてもおすすめです。塩分 8%、5%、3% でつけて味比べもしたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。梅は黄色くなっている完熟梅を用意してください。このように緑色の梅が混ざっている場合は、常温に広げて追熟しましょう。追熟するときは乾燥しないように新聞紙をかけて常温で数日置いておきます。3日から5日ほどで黄色くなったら追熟完了です。減塩梅干しは塩分濃度が高い梅干しに比べカビが生えやすいので、傷がついている梅は省いておくと安心です。傷がついた梅でも作れる梅レシピは概要欄に記載してありますので、そちらもぜひご覧ください。梅は優しく水洗いします。完熟した梅は青梅と違い、水につけてアク抜きする必要はありません。洗い終わったら竹串などでヘタを取り除きます。毛羽立たない布巾やキッチンペーパーでしっかりと水気を拭き取ります。ヘタがついていたくぼんでいる部分は水がたまりやすいので念入りに拭き取りましょう。漬け込みは保存袋で行います。低塩分だと梅酢の出る量が少なく、瓶だと梅酢がうまく回らずに失敗してしまう可能性があるので袋で漬けるのがおすすめです。水分を拭いた梅を保存袋に入れます。ここに梅酢かお酢、またはホワイトリカーなどの焼酎を大さじ1入れます。今回は前回作ったカリカリ梅の梅酢があるので、そちらを入れました。口を閉じたら梅酢を全体になじませるように梅を転がします。梅酢やお酢を入れることで塩が梅の表面につきやすくなるため、早く梅酢が上がるという効果があります。その他にも殺菌効果も期待できます。全体に馴染んだら塩を入れましょう。まずは塩分 8% を作るので、梅 1kg に対し塩は 80g 用意します。一般的な梅干しは塩分 18% くらいなので約半分以下です。口を閉じたら塩を梅になじませるように転がしていきます。ゴリゴリと転がして梅の表面に細かい傷をつけることで梅酢が上がりやすくなります。袋の空気をできるだけ抜いて口をしっかり閉じておきましょう。梅酢が漏れないよう念のため袋を二重にしておくと安心です。低塩分はカビが生えやすかったりするので、梅酢の上がりを早くすることが大切です。上に梅と同量の重しを置いて冷蔵庫で保存しましょう。最低でも1日1回は天地を返して梅酢が全体に行き渡るようにします。塩分 3% と 5% も同じやり方で漬けます。この2つは梅 500g で漬けるので、塩分 3% は塩 15g、
塩分 5% は 25g 入れました。こちらも袋を二重にして 500g ほどの重しを置いたら冷蔵庫で保存します。3日経ったので一度様子を見てみます。こちらは塩分 8% の梅です。梅酢が上がっています。塩分 5% の方も少なめですが梅酢が出ています。塩分 3% が一番梅酢が少ないです。塩分 8% の梅に比べると触った感じも固めです。この後もまだ梅酢が出るかもしれないので、1週間を過ぎるまで重しを乗せて冷蔵庫で保存します。1週間が過ぎたら重しを取り、梅雨が明けて気温が30度以上になる日が3日続く日まで、時々天地を返しながら冷蔵庫で寝かせておきましょう。1ヶ月寝かせました。3日後と比べるとさらに梅酢が出たような気がします。5% も少しだけ梅酢が増えました。3% はそんなに変わっていないような感じです。このまま干さずに梅漬けとして召し上がっていただいてもいいですが、土曜干しをした方が梅がふんわりしてとても美味しくなります。せっかくなので土曜干ししたいと思います。ざるに梅を開けてから竹ざるに並べます。梅の酸で腐食してしまうことがあるので、金属製のざるは避けるようにしてください。土曜干しは土曜の時期にしなければならないのではなく、気温が30度近くあって晴れが3日ほど続く日ならいつでも大丈夫です。7月から9月頃までが土曜干しの適した時期なので、その間に干していただければうまくいきやすいです。外に並べてみました。虫が心配という場合はこのようなネットに梅を並べると安心です。今日から3日間干していきますが、絶対に3日干さなければいけないわけではありません。夏は天候が変わりやすかったりもするので、日差しの強さによっては2日で干し上がる場合もありますし、途中で曇ってしまったら4日かかることもあるかもしれませんので、乾き具合を見ながら干すようにしてください。外に干せない場合は、室内の風通しがいい場所に干していただくだけでも大丈夫です。夜は室内に取り込んでくださいね。取り込むのに決まった時間はないですが、私は18時から20時頃に取り込んでいます。1日経ちました。表面が乾いたら上下を返してください。昼間の日差しが強い時間に裏返そうとすると、ざるに梅がくっついてしまうことがあるので、梅をひっくり返すのは朝か夜に行うようにしましょう。3% の梅も 5% の梅も順調そうです。結構干し上がっていそうな見た目なんですが、触った感じがまだ水分量が多そうなので、引き続きもう1日干したいと思います。3日経ちました。この日も朝方、梅をひっくり返して昼過ぎまで干しました。干し上がりの見極め方は、表面がしっかり乾いていて、全体が均等に茶色くなっているかで判断しましょう。完成したら保存容器に移し替えます。梅酢は一緒に入れても分けて保管してもどちらでも大丈夫です。
今回は分けて保存したいと思います。梅酢は他のお料理にお使いください。今度、梅酢を利用したレシピ動画もアップしたいと思っていますのでお楽しみに。低塩分の梅干しは冷蔵庫で保管するようにしましょう。塩分 8% の梅干しは1年ほど日持ちしますが、3% のものは半年ほどで食べきるようにしましょう。塩分濃度が高い梅干しは干してから数ヶ月寝かせた方が塩がまろやかになって美味しくなりますが、減塩梅干しは完成したらすぐに食べることができます。酸味は時間とともにマイルドになりますので、味の変化もお楽しみください。塩分 8% の梅干しの半分はしそ漬けにしたいと思います。赤しそは1袋用意しました。今回は梅の半分 500g だけしそ漬けにするので、赤しそも半分だけ使います。梅を 1kg すべてしそ漬けにする場合は、赤しそも1袋すべて使ってください。家庭菜園などご自宅の赤しそを収穫される場合、梅を 1kg 漬けるときは、しその葉を 150g、半量漬ける場合は赤しその葉を 75g ほど用意してください。半量余ってしまう赤しそは、他のレシピで使ってくださいね。赤しその葉を茎から摘み取ります。傷んだ葉なども取り除いてください。大きめのボウルに葉を入れ、水でしっかりと洗います。砂や汚れが落ちるまで 2、3 回ほど水を変えてすすぎましょう。水気を切った赤しそをボウルに入れ、塩を振ります。塩を小さじ1入れたら揉み込みます。しっかりと揉んでいくと黒っぽいアクが出てきます。このアクがしそのえぐみのもとです。しっかり絞って捨てましょう。よく絞った赤しそをボウルに戻したら、再び塩を小さじ1入れて揉みます。そうすると再び黒っぽいアクが出てきます。このアクもしっかり絞って捨ててしまいましょう。ここに梅酢を大さじ3から6入れて、もみしそをほぐします。梅酢を入れてほぐすと酸に反応してきれいな色に染まります。梅の上にしそを並べましょう。全体に広げたら、その上に梅を並べて、またしそを乗せる作業を繰り返します。全体に広げたら、最後に色づいた梅酢も入れましょう。2、3週間経つと赤くきれいに色づくと思います。こちらも冷蔵で保存してください。3%、5%、
8% の梅を食べ比べてみます。見た目はそんなに差はありません。3% の梅干しは干す前だと結構硬くてちゃんとできるか心配でしたが、干したら柔らかくなりました。中を見てみると 3% の梅は少し繊維が残っている感じです。3% の梅からいただきます。とてもフルーティー。塩気はほとんど感じなくて、とにかく酸っぱいです。気にならない程度ですが、少し梅のえぐみも感じます。これはこれで美味しいですが、ご飯と食べるには少し物足りないかなという印象。5% は塩気も感じられてようやく梅干し感が出てきたという印象です。まだ塩味よりも酸味が際立っていますが、爽やかでとても美味しいです。とてもまろやかなので夏場のおにぎりやお弁当に入れるのは少し心配ですが、塩分を控えたい方にはとてもおすすめです。8% の梅は普通の梅干しと遜色ないです。キリッとした塩味と酸味のバランスが良くて、3つの中では一番梅干しらしい美味しさです。酸っぱさや塩気の強い梅干しが苦手な方にも食べやすいと思います。3つの中では一番塩分が強い分、失敗のリスクが少ないのもメリットですね。それぞれの塩分濃度によって違う味わいの梅干しを楽しめました。ぜひご自分に合った塩分濃度で梅干し作りを楽しんでみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。